こんにちは、はるです。こんにちは、ともです。今日は僕らのオペ第1弾をやります。では、まずは手術までの経緯を簡単に。僕らは2008年の FTM のクリスマス会に参加したことで知り合いました。その後、飲み会で再会して、同年代だったこともあって、同じテーブルに座ることになって話をしたんだよね。そうそう。で、今後オペとかどこまで考えてるって話になって、俺はビッグは傷やリスクもあるってことで、やるならミニを考えてて、でもしないって選択肢は絶対なかったんだけど、トモはどうしてミニ考えてたの？僕は戸籍変更するためにどっちにしても子宮摘出はしないといけないと思ってて、でももう転職してたし、数回のオペが必要となるビッグは難しいかなって考えてた。その時にミニがあるって知って、これでタッチションくらいできたらいいなって思ったんだよね。そっか。じゃあミニがなかったら内摘までだった？多分ミニがなかったらそうだったと思う。はるさんは？俺はもともとビッグを考えてたんだよね。でもミニがあるって分かって、そっちの方がいいかなって思ったんだ。そうだったんだね。それで一人じゃ心細いし、友がミニやるんならタイミングが合えば一緒にオペしに行こうかって盛り上がって、まず最初にアテンド探しから始めようってなったんだよね。そうそう。で早速2人で休みの日に待ち合わせしてアテンドいくつか回ったんだよね。情報収集して友達にも話聞いたりしてね。でアテンドで話聞いたり、ホームページ調べたり、値段比べたりして、あと仕上がりの写真も見せてもらったよね。今比べてみてもその写真と術後の自分たちの仕上がりとそんなに変わらなかったよね。そうだよね。でもあの頃さ、知り合った FTM の人たちと話してるとミニの情報があんまりなくて、なんでミニみたいな感じもあったよね。あった。俺らの周りではミニを考えてた人って他にいなかったもんね。そうそう。で結局それぐらいしか情報がなかったから、知り合いの FTM の紹介であるアテンドに決めたんだよね。実際にミニやったって人にも会えなかったしね。ビッグをやった人も直接は会えなかったけど、何人か話聞いたもんね。その頃は俺らがやろうとしたミニ扱ってるアテンドはまだ少なかったんだよね。そうそう。基本的に陰茎形成までやる人はヤンヒー病院でビッグって感じだったもんね。ミニの手術やってるところも基本的に我問しかなかったよね。僕はヤンヒー病院に行ったことないけど、ビッグまでやらなくても胸オペとか内摘とかでお世話になってる FTM 多いって聞くよね。はるさんはヤンヒーも知ってんだっけ？俺はね、内摘をヤンヒーでやったんだ。タイでビッグするならヤンヒーでしょって印象はあったよね。実績数も多いし。僕らがお世話になったガモンはどっちかっていうと基本的に MTF さんが多かったもんね。ヤンヒーは病院で、当時ガモンはクリニックだったってのもあるから、やっぱり規模が違ったし、執刀医も多かった。俺らがしたオペはこちらです。俺はすでに内摘を終えていたのでミニだけ。トモはまだだったから内摘とミニの両方を一緒にやったんだよね。陰茎形成手術のビッグはこんな感じの手術です。そしてミニはこれです。ちなみに抗がんインプラントはこんな感じの手術を言います。俺がヤンヒーで内摘やった時は回復法だったからすごく痛かったよ。腹腔鏡でやった人に聞くと痛みも回復にかかる時間も全然違うみたいだったけど、トモは腹腔鏡だったよね。どうだった？僕は陰茎形成と同時にやってそっちがめっちゃ痛かったから、あんまり気づかなくて、お腹の方はほとんど痛くなかったかな。確かにさ、下が痛すぎてトモがお腹痛がってる様子はなかったな。それで見た目はどんな感じですか？見た目は
下目についている玉と小指くらいの本体っていう感じですね。もともとが大きかったりホルモン注射の影響で肥大している人は大きめになるらしいけど、僕もあまり大きくなかったんで、手術前にも先生にタッチションギリギリかなって言われて、そして仕上がりも本当にギリギリっていうね。俺も同じ動画で海外のミニした人を見たことあるけど、大きさ全然違くて羨ましかったわ。硬さもちょっとある感じだったし。でもさ、今思うと思ってたより下だったよね。手術すぐ後はあんま気づかなかったけどね、後からね気づいたよね。で、じゃあとりあえず今回はここまでで、次回はオペのスケジュールや術後の様子などを話したいと思います。質問などあればコメント欄にお願いします。